世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はいたかと申します。今回もマップの進捗についてですね、一面の詳細がどんどん決まってきているので共有していきたいと思います。まずはこちら、川のすぐそばにある木製の敵拠点ですね。とりあえずここでやりたかったのは、正面からね、無理やり突破していく。あるいは裏口を見つけてそこからね、忍び込んで、ちょっとステルスっぽくね、敵を殲滅していくみたいな。その2通りのルートをこのシチュエーションでやりたいなということで、こんな感じの構造にしてみました。まず正面から入った場合ですね。すでにね、入る前からおそらく弓兵とかにね、この狙撃台っぽいところから多分撃たれたりすると思うんですが、そういったところを無視してね、強引に突破していくと、もうなんかこう、ライブのステージ上みたいなね、いろんな高低差あるところから車線が通っている、そんな戦いのど真ん中みたいなところに出てしまいます。おそらく敵の数もね、結構配置すると思うんで、このルートだとかなり戦闘の腕がね、求められそうなルートかなと思います。敵の作成の方でもね、ここに起きやすい敵っていうのをちょっと作りたいななんて思ってます。いわば固定砲台みたいな敵がちょっと欲しいですよね。単体だと全然機能しないんだけど、複数敵の中にね、固定砲台っぽい敵がいると、他の敵がね、戦ってくれてる間にこうエネルギーを貯めて、すごい高火力な遠距離技をぶっ破してくるみたいな。そういうやつがいるとめちゃくちゃ厄介なシチュエーションになりそうですね。もちろん正面からね、突入できる以上、頑張ればこの正面ルートでもこの拠点制圧できるようにしたいなとは思っているんですが、個人的にはね、このルートちょっときついから他の探索ちょっと先にやろうかなみたいな、ちょっとした挫折っぽい体験なんかもゲームに含まれている方が個人的には好きなので、他ルートを検討したくなるぐらいの重たいシチュエーションには持っていきたいなと思ってますね。で、一応ね、裏ルートというか勝手口のようなね、入り口も用意されてまして、こっちから来た場合はね、狙撃台の上にいる弓兵を先にね、静かに処理したりとか、建物内部に裏から入ったり、あるいは草むら、川のほとりなんかを歩いていって、この辺でね、炊事を任されている兵隊なんかを先に処理したりっていうこともできるようなルート取りにしてあります。基本的にはこのルートでね、攻略していくプレイヤーの方が多くなるようにね、設計したいなと思っています。というわけで、木組みの敵拠点、正面を無理やり突破するルートと裏口入学ルートをやりたいというシチュエーションでした。続きまして攻略の足がね、川の向こう側、向こう岸へと伸びていくことになるんですが、川を渡るときにね、とりあえず一つアスレチック要素があります。この岩場をね、ジャンプしたりして飛び越えていくというところですね。このゲーム実は基本的にね、水中に落ちたら即死というちょっとかなり割り切ったね、作りにしちゃってるので、ちょっとここはね、命がけのアスレチックっていう感じになりそうですね。一応実は個人的にはね、水中泳げたり潜れたりするゲームの方が好きだったりするんですけど、やはり開発者目線で考えるとね、水中要素を作るのってめちゃくちゃ大変だったりします。その点ね、途中からキャラクターのアップグレード要素で水中にね、攻略の足を伸ばせるようになった赤狼なんかはね、めちゃくちゃ感動した覚えがありますね。水中の要素って、まずこう泳ぎのモーションとかね、水中に潜ったりとか、水中の中での攻撃をどうするかみたいな、そういう動きのシステムをまず作成しないといけないじゃないですか。で、その上さらにですね、水中に潜れるようにするっていうことは、水中にね、何かしら、ゲーム的な要素がないといけないということで、こう水中にしかね、存在しない敵との水中バトルができたりとか、水の中にアイテムが落ちてたり、それから攻略のルートとしてもね、水中を通っていくことで行けるようになる場所とか、そういった水中要素を実装することで、じゃあ自動的にこういった要素も必要になってくるよねっていうのがもう山のように出てくるので、こう主人公が泳げるようにする、しないっていうのは、案外ね、めちゃくちゃ重大な、開発のコスト的に重大な決断だったりします。そういった理由もありながら、今回の千葉ではね、水中落ちたら即死という割り切った作りにしてしまっています。この辺り歩くときは気をつけてください。で、このアスレチック超えた先なんですが、ここでやりたかったシチュエーションっていうのは、野生のボスっていうのをやりたくてちょっと作りました。ゼノブレイドの1とかでね、ステージ1のガールヘーゲンとかで、こういきなりね、レベル70とか80ぐらいの、なんか下手しいボスより強い雑魚敵みたいなのが、普通にフィールドカッポしてたりするんですけど、ああいうのがね、ユーザー目線でかなり僕好きで、そういうことをちょっとやりたいなと思って、おあつらい向けにね、ちょっとステージっぽいところを用意して、ここにボスぐらいのね、かなりの強さを持つ強敵をね、一体ちょっと配置しようかなと思ってます。もちろん挑戦するしないはね、プレイヤーの自由なので、ここ来たタイミングで何回も挑戦するのか、それとももう少しね、攻略進めてレベルアップなり、スキルを手に入れた後に、ファストトラベルでね、ここをチェックポイントも近場に用意してますので、ス
ストトラベルで戻ってきて再挑戦するのかとか、自由に料理していただければなと思っております。一応こういうね、野生のボス出したいシチュエーションっていうのは、ちょっと先の方のシチュエーションにもね、この辺にもステージを用意してるんで、ちょっとこっちにもね、野生のボスを置いとこうかななんて思ってます。やはり戦闘がちょっとメインコンテンツに今回はなりますので、こういった野生のボス要素かなり大事なんじゃないかなと思ってます。さあ、そんな野生のボスとはね、反対方向に進んでいくと、ちょっと入り組んだ地形が見えてくるんですが、ここでやりたかったのはね、その不意打ちだったりとか、挟み撃ちだったり、ちょっと視界が悪いところで気がついたら敵に囲まれてるみたいな、そういうことをやりたくてちょっと作りました。ここの面積自体はね、そんなに広くないので、いわゆる迷い登りみたいなね、長時間さまよい続けるというよりは、ちょっとここ視界悪いから気をつけながらゆっくり進んでいくかみたいな、ちょっと短めな注意して歩いていくエリアっていう感じに仕上げたいなと思ってます。ここのポイントとしてはね、人が歩いたというかね、ちょっと整備されているこういう土色のところと、そうでないね、雑草が生い茂っているところも一応道として用意していて、人の心理的にね、この土色のところを進んでいきたいなって思うところだと思うんですが、そういったところをね、逆に利用して、そのルートを進んでいくと囲まれてしまったりとか、っていうことをやりたいっていう感じですね。この草むらというかね、ブッシュの位置に関しては、もうちょいね、多分増量することになると思うんですが、いわゆる盗賊とかアサシンみたいなね、感じの狡猾な戦い方をしてくる敵をね、作って、ここに配置したいなっていう感じですね。このエリアでね、一回、挟み撃ちなり、不意打ちなりをできれば、ゲームの味変としてもね、いい感じなんじゃないかななんて思ってます。で、この視界不良のエリアを越えていくと、ちょっとした高台に出てくるんですが、ここですね、昔はちょっとジップラインでも配置して、川の向こう側に戻れるようにしようかななんて考えてたんですが、ちょっとジップラインの方がですね、実装のコスト的に結構時間かかりそうだなっていうのと、バグもめっちゃ出そうだなっていうことで、ちょっとそこは断念しようかなと思ってます。そのジップラインを消す代わりに、川の向こう側にね、戻る手段が、他にもいくつか欲しいなということで、川を渡った時にね、最初に野生のボスと出会ったところあると思うんですが、あそこからね、岩場戻っていけるように、戻る用の岩場を配置してたりとか、あとはこの高台からですね、ここはちょっと段差になってて飛び降りれるようにして、で、この辺にね、川の上に、こう、飛び石みたいな感じでね、岩が置いてあって、そこをジャンプで渡っていくと戻れるとか、いう風にしてもいいのかなと思ってますね。なので、こっちの方はね、全然手つかずなんですけど、川を戻るルートを作成する場合は、この辺もね、ちょっとエリア化したいなと思ってます。もし川を戻るルートがね、もういらない、あるいは実装コスト的に作らないと判断した場合は、この辺りにね、岩壁を配置して、こっちのエリアは封鎖してしまえば問題なしって感じですね。この辺は実装コストとの相談しながらっていう感じですね。よりエリアを広げていくこともできるし、封鎖してしまうこともできるという風な作りで今のところ置いてあります。はい。というわけで、一面のエリア詳細ですね。決まったところをどんどん共有させてもらいました。川の向こう側ルートについてはね、後また敵の拠点があったりとか、大きな石門があったりっていう感じで、まだちょっと続いてるんですが、この辺現在制作中ということでね、またおいおい共有させてもらうか、あるいはここの内容をね、動画にしなかったらちょっとその辺は察してください。というわけで、今回この辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。